まるっと探訪第8弾ということで、パート71からパート80までを振り返っていきましょう。パート71は前回のシリーズの続き、二の丸御殿の周辺を作りました。その一つがこの芦田塀です。堀の通行を妨げる塀として、目隠しとして作られたそうですね。芦田塀があるお城は全国的にも珍しいものです。松本城には本丸と二の丸の間に2つの芦田塀がありました。西側は現在もある渦見橋を作ったので、今回の再現では唯一の芦田塀です。というわけで二の丸に入っていきましょう。パート72ではこの裏側にある裏門と高麗門である表門を作りました。今は冠城門になっている表門は二の丸御殿建在時高麗門でした。パート72ではこの高麗門と入り口付近にあった板書や腰掛けを作りましたね。パート73とパート74では3御殿の一つ小三治御殿を作っています。他の御殿とは違い、ここは城主の別荘として作られた御殿ですね。城主のプライベートな空間ということで、広間がない建物です。この槍の間からはすぐに坪庭に出ることができます。こちら側はお風呂屋がある建物ですね。小三治御殿のお風呂は真ん中に仕切りを作ってお風呂屋と釜屋を分けている形で作られています。蒸し風呂のような形で楽しむお風呂ですね。離れとして作られているすき家はパート74で建築しましたね。ここでお茶を楽しみながら外の景色を楽しんでいたのかもしれませんね。パート73、74で再現した小三治御殿でした。この小三治御殿の隣には高部屋が建てられています。裏庭を抜けると高部屋に出ることができますね。ということでパート75ではこの高部屋を作りました。享保12年、本丸御殿の消失に伴い二の丸御殿に政務が集中しました。その際にここにあった高部屋は全て取り壊され、新御殿が建築されています。なのでこの高部屋は本丸御殿があった時の建物です。高部屋に沿って内堀を西側に進むと板書と木戸があります。パート76では二の丸南側に並ぶ蔵を作りました。この蔵には自動仕分け装置を設置していますね。今後余った資材をここに保管していく予定です。かなりの量がね保管できると思います。内堀沿いにまっすぐ西に行きますと見えてきたのは8000俵蔵ですね。続くパート77では二の丸西側に並ぶ蔵も作りました。二の丸で一番大きかったと言われている8000俵蔵ですね。この裏手にも蔵があります。火薬を保管していた炎章蔵です。火薬を保管していたこの炎章蔵は扉が二重になっていますね。二の丸西側エリアは城主の癒しの場でもありました。パート78ではこのお堀沿いに作られたお船小屋を作っています。芦田塀に囲まれた内堀内を小舟に乗って楽しんでいたんでしょうかね。こ
こから少し内側に入った場所にはお茶屋を作りました。母屋と離れがあるお茶屋ですね。入り口には待合所があります。こちら側の入り口はお茶の先生が入る、そんなお茶屋になっていますね。この廊下をまっすぐ進むと離れのすき家にも行くことができるようになっています。これで二の丸の中にある建物の紹介は全てですね。パート79では二の丸西側を囲う塀と二の丸を守るための隅櫓を建築しています。松本城の二の丸には二重櫓の隅櫓が5つありました。中の構造は5つとも同じような作りになっています。今は全てなくなってしまっていますが、5つの隅櫓のうちの1つ、南隅櫓は明治時代まで残っていたそうです。二の丸最後の建築はパート80で作った太鼓門です。この太鼓門は参勤交代時には出発点ともなっていた場所だそうで、松本城の正門となります。渡り櫓に向かいましょう。太鼓門渡り櫓です。以前は期間限定で入ることができた場所ですが、今は入ることができません。この渡り櫓にもお城を守る設備がありました。狭間はもちろんあるんですが、この門の扉の真上ですね、ここに石落としもつけられていたそうですね。渡り櫓の北側の扉から外に出ると、太鼓門の名前の由来となった太鼓楼があります。この場所に置いてあった太鼓や鐘を鳴らして時を知らせていたそうです。見晴らし台としての役割も果たしていた場所ですね。これでパート80までの振り替えは終わりなのですが、時を少し戻してお堀を作る様子を少しご紹介したいと思います。二の丸御殿裏門には木製の橋が架けられていました。ということで橋を作っていきましょう。骨組みから作っていきます。高さは二の丸の石垣に合わせて作ります。骨組みの上に板を置いていきます。少し丸みを帯びた橋にしていきたいので、この高さで作っていきます。欄干を置く場所の床を少し高くしていきます。欄干を作っていきましょう。内堀を整備していきます。地盤が柔らかい場所に建てられた松本城は1000トンの重さがある天守を支えるための工夫がされています。まずは石垣の周りの土を削っていきます。石垣の一番下の石を根石と呼びます。この根石の下に道木と呼ばれる木を置いていきます。道木が敷き終わりました。この道木の下に木を組んでいきます。松本城の地盤は湧き水が出るほど柔らかいです。
天守台の南側と西側の道着の下には石垣が沈まないように丸太をいかだ状に敷き詰めるいかだ事業と呼ばれる工法が使われています。実際に使われていたのは松の木だったので、今回は頭皮の木でいかだ事業を作っていきます。根石と呼ばれる石の前方、堀底にはさらに捨て石が置かれていたそうです。というわけで、さらに堀底を掘っていきます。捨て石を置いていきましょう。今回は丸石で再現していきます。捨て石のさらに前方、地固め杭を置いていきます。石垣から 4,5 メートル離れた位置という記録が残っているので、同じぐらい離れた場所に杭を打ち込んでいきます。杭を打ち込むので、少し深めに掘ってから杭を置いていきたいと思います。こんな感じで杭を置いていきたいと思います。パート71からパート80までと、さらに2周年記念の配信準備のところまでね、振り返ってきました。まるっと田んぼ第8弾いかがだったでしょうか。三の丸の作るにはご覧の通り大規模な整地が必要になりそうなので、三の丸の完全再現までは少しお時間をいただくとして、配信でもお話ししていましたが、次の10話で一度区切りとしたいと考えています。松本城の三の丸は武器屋敷が立ち並んでいたのですが、中には藩の建物がありました。三の丸の一部、藩が管理していた建物を建てて、パート1から続いたこのシリーズ完結したいと思います。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。